今日は8月の7日です。今郵便局に、小包を出しに来ました。この郵便局です。で、今から銀行に行って、それから向こうに見える、ヤムチャのお店に行きます。今日行くヤムチャの店はあそこです。1階ですね。1階全金と海選手権ゴールデンシティ1階です。一緒にご飯食べる人がもうついてるそうなんです。こっちの方が早いかなと思って、なので今から行きます。昨日は郵便局に商品を送りに行ったんですけど、コロナの影響で今は確実にしか空いてないです。昨日休みで今日は空いてっていうような感じで、今から中入っていきます。港が2階って書いてあったんですか。香港は英国と一緒なので、最初に階段とかエスカレーターで上がった階が1階なんです。でだから2、3、4だから1階の日本の1階のことはグラウンドフロアと言います。よし、ゆっくり食べよう。なんか時間制限、そんなして取るんですか。長期で取るんだ。そうです。洗い取ったらね。いいね。あっち。食事が終わって今また歩き始めます。ちょっとあれ亀や川の水も濁りが少し取れたような気がします。なんか今日はなんか山が進んでますね。なんか気持ちよさそうな感じです。さっきまでヤムチャ食べてました。4品でお茶と、全部で110ドルですね。日本円で今1500円ぐらいですかね。な感じです。そう考えると日本のヤムチャってすごく高いです。香港は高いとやっていけないと思うのでマスクを外します。これポストなんですよね。ポスト、こういうふうに村は郵便局の人が一つ一つのとこまで配達してくれなくて、こういうとこまでしか配達してくれません。自分たちで、取りに来ます。というのもあまり村って住所がないんですよね。なのでそのわからん住所を書いて配達するよりもこういうふうなところまで取りに行った方がいいと思います。
まだ住所がないらしいんですよね。なので例えばクレジットカードが作れないとかっていうのもあるみたいです。大変ですよね、無駄にするのも。ちょっと今はこう虹の方に歩いてます。香港ではヤムチャですね。普通は朝か昼ですね。なんか広東省の方に行くと夜食で食べるようなところあるらしいんですけど、普通は夜は食べないんですよね。で、日本から韓国来る人、夜にヤムチャ食べたいとかっていう人いるんですけど、普通はないんです。ただあるとこもあります。それを専門にしているとことかっていうのはないこともないですけど、まず普通は食べないですね。はい、普通は朝か昼です。前もお話したかも分かりませんけども、香港のお昼休みっていうのが1時から2時までなんですね。なのでヤムチャ食べたい時は12時ぐらいに行くのが一番いいと思います。で、普通誰か一人早めに行って、会社の人たちと一緒に食べるんだったら誰か最初に少し早く行って場所取りして、でみんな仕事が終わってから行くような感じですね。普通大体オフィスで仕事をしていると誰かの誕生日の時にですね、お昼行くのが普通ですね。それとヤムチャではヤムチャなんで、要するにお茶を飲むのが普通です。ジャスミンティーとか、鉄観音とかプーアールとかですね。あといろいろサウメとかいろいろあるんですけども、そういうふうなお茶を飲むのが普通です。アルコールは普通飲みませんね。というかアルコールやってないところがあると思います。香港はですね、酒楼って書いてあるところはだいたいお酒の免許を持ってるんですけども、お酒の免許を持ってないレストランは多いです。というのは取るの複雑だし、普通小さい店はほとんど持ってないですね。どうするかというと、自分でそういうところは結構持って入るっていうのはあんまり嫌がられないですね。自分で買って持っていくっていうのが多いですね。はい。ヤムチャで普通はビールとか飲む人はまずいないですね。日本の人って結構ヤムチャでビール飲む人いると思うんですけど、なかなかいないですね。というか、お酒とかそういうふうな文化が日本って独特ですよね。なんかそう思います。あんまりお食事中に飲む、宴会とかやったらあるかもわからんし、接待とかやったらあるかもわかりませんけど、普通は香港に限らず中国でも飲まないですね。じゃあ香港で何を飲むかって、みんなビールですね。ビール以外ほとんどないです。ワイン飲む人もいるかもわかんないですけど、中華料理イコール紹興酒って思われる方がいるかもわかりませんけど、紹興っていうのは地名なんですね。中国の浙江省の一つの町です。そこで作られるお酒が紹興酒ですね。台湾でよく飲まれてるのも紹興酒のような紹興酒ですよね、作り方。ただ台湾も飲まないです。結構日本人が作り上げた
文化ですよね。食事と一緒にお酒飲むの。なかなか飲まないです。いや、飲んでもダメなことないですけども、絶対コンビじゃないですよね。お酒とその食事がセットになっているということはまずないですよね。なのでビールとかお酒の話はそうです。香港はビールですね。ただよくあるのは、食事は食事、飲むのは飲むのというのを分けるのが普通だと思うんです。食事してる時は食事だけで、その後、飲みに行く、バー行ったり、そういう風なんで飲むっていうのはあるかもわかんないですけど、なかなか食事と一緒に飲むのはあまりなかなかないですね。はい。そんな感じです。ただ香港に行ったら、スーパー行ったらどんなお酒も売ってます。結構安いです。酒税が安いんで、ビールとかも売ってるし、中国のきついお酒も売ってます。好きな人は飲んでおられると思いますけど、香港のビールはですね、地元のビールは、一番飲まれるのはサンミゲルですね。はい。あとカールスバーグ、この2つは香港で作られていると思います。サンミゲルはフィリピンのビールです。カールスバーグはデンマークのビールですね。両方とも香港で作られています。あとなんていうんですか、ノンブランドに近いようなブルーなんとかですね、いろんなビールがありますけど、はい。チンタオはおそらく輸入だと思います、中国から。あんまりチンタオを飲む人はいないとは思いますね、香港では。チンタオイコール中華料理っていうのも、これもやっぱりチンタオのビールの人がうまいんじゃないですか。別にチンタオじゃなくてもチンタオ一番じゃないですからね。中国で一番なのは違う、何やったっけ、国営企業がやってるのが一番大きいビールですね。チンタオじゃないです。なので上手にコマーシャルやったんじゃないですかね。今日はなんかすごく静かです。でもちらほら人います。そんなに暑くないですね。太陽出てなかった。昨日もこの辺通ったんですけども、もう一つ先の陸橋のとこで、ここから言うと右に曲がってションスイの町の方行ったんですけど、今日はどうしましょうかね。これで一応この辺、私がよく毎日というか歩いてるコース何個かあるんですけども、それが一応全部お話しすぎで動画撮ってみました。この間までね、ここもうちょっとね草が茂ってたんですけども、ある日なんていうの、清掃の人がやってきて、なんかすごくなんていうんですか、処理してましたね。草ほとんどもう全然ないように刈っていきました。ここ一人はあんなとこにどうやって入って、あそこから入ったのか、階段から。魚釣りしてんのかな。今日8月7日なんですけども、香港のボーダー、マカオと中国と台湾に対してのボーダーの
取り締まりが管理が、1ヶ月延長になっているので9月7日までがこういうその管理がずっと続くということで、とりあえずまだ鎖国状態ですね。何度も言いますけども、14日間の強制隔離が問題ないというのであれば別に入ってくること可能です。お、何あれ、カメや。だからここでね、こう走ってる人なんかおかしいんですよ。こんだけ道広いんですよ。こんな走ってるじゃないですか。僕がこう歩いてると本当に近くを走るんですよ。汗が飛び散るぐらい。なんで向こう行かへんのかなと思いますね。よくわからんことです。おかしいでしょ。はあはあ言いながらほんと近く通っていくんです。もうちょっと向こう行ったらいいのになと思うんですけどね。よくわかりません。走ってる人の気持ちは。昨日はあそこの前にかかってる橋、あそこをずっとちゃうわ、もう一つ向こうやね。結構走ってる人いるんですよね。もうちょっとなんかおとなしく走ってくれたらいいんですけど、なんか向こうの方に歩行者に邪魔にならんように、汗がかからんようなところ走ってほしいんですけどね。